ご視聴ありがとうございます。今回は移設された線路に隠された歴史に迫ります。意外なところを走っていた線路の今と変わらない景色と変わる景色、街の歴史と未来に注目です。ここは長崎電気軌道の主要電停の一つ、市役所停留場です。この路面電車には全部で4つの系統があり、市内交通の一翼を担っています。2号系統は遠回りルートのため実質消滅状態で、中心部を通らない4号系統は、感染症の影響で経営が打撃を受ける中、朝と夕方のみの運行になっています。ここではホームが系統で分かれており、ここは4号と5号系統の乗り場で、私が乗るのが、向こうの乗り場から発車する3号系統、赤坂行きです。3号系統は長崎電気軌道の主力系統の一つで、特にここから先では乗客が増えます。市役所を発車、整備された大通りの真ん中を走ります。次の桜町停留場までの距離は、およそ 0.4 キロ。最初の交差点を過ぎると、線路脇の道路が高さを上げ、傾斜のきつい石垣になります。左に曲がると、側面は石垣から壁になって天井も覆われ、視界が暗くなります。天井がネットで覆われていたり、ケーブルに黄色い保護材があったのは最初だけ。再び左に曲がるところで側面はまた斜めになり、天井を支える柱が等間隔で現れます。ここからは側面と底面が独立しており、ただのトンネルではなさそうです。そして信号を越えて70メートルほどの場所にあるのが、次の桜町停留場。ものの2分もかからず到着です。ここから先では開けた場所を走り、両脇にはビルが並びます。この次が長崎駅前停留場であり、主要電停に挟まれたこの停留場は乗降客も少なめです。歩道に出て、さっき通った場所へ戻ります。いまいち影の薄い停留場ですが、この通りには桜町通りの名前があり、それなりに名前の通った場所のようです。そして軌道の上には、奥の方から張り出してくる建物が。正面の看板からもわかる通り、これは市営の駐車場です。この左右には道路が続きますが、右は駐車場にぴったり沿うのに対し、左は離れていきます。右側の傾斜は結構急で、奥からは車やバスが断続的に流れてきます。その先で、駐車場と側道は大通りに沿ってぐぐっと曲がります。そして軌道がくぐっていたのは、立体駐車場だけではありません。立体駐車場の先には、軌道の上を横切る大通りが。ここには信号があり、車が断続的に流れていたのは、この信号で足止めされるのが理由です。そしてこちら側には、駐車場への出入り口はありません。周辺の全体像がこちらです。両停留場の真ん中あたりには立体交差があり、その西側に駐車場がついています。二つが連続しているのでトンネルのように見えますが、西側では軌道の両側が緩やかに高さを下げるため、だんだんと光が差すユニークな車窓になります。そしてこの場所、上の道路の西側では歩道が道路の上を通っており、三重交差となっています。この立体構造は、路面電車の開業時からのものではありません。周辺の区間、長崎駅前から市役所までは、1954年、昭和29年に移設された区間です。今では大通りの真ん中を走っていますが、移設前の線形がこちら。今の桜町停留場の西側では南側を走っていた一方、東では L 字に2回折れ曲がる線形でした。移設前は3つの停留場があったものの、移設前に1つが廃止され、移設された際に元の桜町停留場が廃止されました。移設から12年後に、小川町停留場が桜町に改称され、今に至っています。そして駐車場は立体交差より後に作られたもので、かつてはこのように明るい切通しでした。軌道が切り替えられたのは70年近く前ですが、その痕跡は今でも残っています。桜町停留場の西側では、トンネルの右手前に伸びる短い道路が、この先で軌道は向きを変え、今の大通りとおおむね平行に敷かれていました。その端にあたる場所では、川の護岸の作りがここだけ違います。時間が経っているので断定はできませんが、当時の軌道のへりに沿っているのでしょうか。また、立体交差の周りでは、痕跡がより色濃く残っています。この先に見える道路はかつて路面電車が走っていたもので、駐車場の反対側よりは傾斜が緩いですが、乗客が押して坂を上がっていたというエピソードもあります。なお、
両脇の道路は一方通行で、左が上り、右が下り専用。駐車場の出入り口は、傾斜が緩くて車線も多い左側だけにあります。こちら側は L 字に回り込んでいるため、軌道との間に距離があり、間は公園になっています。道路の脇から軌道を覗くことができ、暗闇へ突撃する車両が見えます。なんだかトンネルのように見えますが、もちろん法的にはトンネルではなく、車はヘッドライトをつけなくても法律違反ではありません。側面展望では分かりませんでしたが、意外と勾配があり、モーターのうなりが響きます。そしてここから見ると、側壁の作りが変わる様子もバッチリ見えます。なお、一体交差の部分は今でも橋で、桜橋という名前がついています。桜が旧字体なのが渋いですね。着工から竣工まで1年余りを要したこの橋、銘板には当時の市長をはじめ、幹部の名前もあります。そして、ここから東の様子がこちら。軌道は大通りを横切り、マンションのあたりを突っ切って高さを下げていたようですが、わかりやすい痕跡は残っていないようにも見えます。ところが、そうでもありません。マンションの後ろにある細い路地を進むと、きつめの下り坂の横に、斜めに交わる土地が。これこそが、かつて軌道があった場所です。先ほどの L 字の道路は併用軌道だったので、幅が広く、パッと見だと軌道跡とは分かりにくいですが、こちらは細長い形状から昔の姿が想像できます。また、ここで反対側を見た様子がこちら。歩道橋から見た時は気づきませんでしたが、土地の境界が斜めに入っていた関係からか、駐車場や建物の階段が斜めになっています。この土地では現在、周りの土地と合わせてマンションが建てられていますが、数年前までここには市場がありました。軌道の傾斜に沿って斜めに建てられた市場、勾配は40%ミルという、先ほどの L 字の場所よりはるかに急なもので、路線の歴史を物語っていましたが、今では見ることはできません。そしてこの先にも、痕跡がまだ残っています。大通りへつながる道は交差点の反対側の倍ほどの幅があり、2本の線路があったことがわかります。昔のレールが埋まっているのではないかと探したのですが、残念ながら見える痕跡はなく、交通量が少ない割に妙に広い道幅に面影が残るだけです。なお、軌道の移設に伴い、この交差点にあった停留場は、今の市役所停留場に移設されています。長崎電気軌道では、他にも軌道が移設された場所があります。市役所前の4つ隣、中心部にある新地中華街停留場と、その隣の停留場の間では、軌道が分岐しています。南北の軌道は大通りの真ん中にありますが、桜橋付近が切り替えられた7年後、1961年、昭和36年まではこのような線形でした。長崎は平地が少ないため、川を埋め立てて大通りが整備され、それに合わせて軌道を付け替えたのです。南にあるこの交差点も、もともと川だった場所です。かつて軌道があった道は一方通行の細い路地のままですが、市内有数の大通りが交差するこの交差点は、日中でも車が絶えず行き交います。そしてこの先で交差していた軌道は今もありますが、複線の割に道路が狭く、車は通行しにくい場所です。長崎駅前の前後でも軌道はかつて西にずれており、国鉄 JR の線路に近い場所を通っていましたが、川を埋めて大通りを整備したことで、今の線形になりました。さらに先に、軌道が大きく付け替えられた場所があります。JR と接続する浦上駅前停留場。この後ろに JR 長崎本線の駅があります。そしてこの辺りで軌道は画面向かって奥に曲がっていました。周辺の様子がこちら。土地は5番の目のように整然と区画されていますが、これは戦争末期に原爆によって町が大きな被害を受けたことで、区画が丸ごと作り直されたのが理由のようです。白線を消すと、軌道があったと思われる痕跡が現れます。そして軌道が移設されたのは、次の原爆資料館停留場から先でも同じ。ただしこの場所の事情は、他とは大きく違います。大通りから外れて、停留場に到着です。原爆資料館は大通りを渡って向こう、歩いて5分ほどの場所ですが、ここでは通りは渡らず、まっすぐ進みます。軌道は道路の横に沿うのではなく、左にカーブ。そこには建物があり、軌道は建物の内部を通り抜けています。この建物の名前は、長崎西洋館。
この建物はカフェやレストランなどからなるビルであり、地上3階地下2階の規模で、大まかには三角形の平面形状をしています。オランダ文化の影響を受けた長崎らしい見た目と名前の建物ですが、完成したのは1990年と、それほど昔のことではありません。そして建物の敷地はかつて、78年から長崎電気軌道が駐車場として営業していたものです。その後、85年に策定された都市計画構想の中で、川の脇に高架道路を建設することが決まります。長崎本線の線路を乗り越えるオーバーパスの付け根が軌道と勝ち合い、このままでは信号待ちに支障が出るため、軌道が移されて立体交差になりました。これによって駐車場の敷地が分断され、土地の利用効率が下がることから、敷地に建物を建てることになり、路面電車の軌道を包み込む、独特な構造になったのです。先ほどご紹介した桜町の立体交差とは違い、こちらは正式なトンネルとして国に届けられています。名前は文字通り西洋間トンネルで、長さは74メートル。先ほどの桜町立体交差とは違い、長崎電気軌道の資料でもトンネルはこの1箇所だけで、路面電車のトンネルは国内ではここだけとされています。また、この建物の運営は長崎電気軌道の子会社が行っており、その会社は長崎西洋間の3階に本部があります。なお、移設前の軌道の痕跡は、奥の川の向こうに残っています。大通りのへりに沿って進んできた軌道は、川をまたいだ先でカーブを描き、今のルートに続いていました。切り替え地点には三角形の土地が残り、長崎電気軌道の変電所として使われています。元の敷地の関係上、この建物は右奥が斜めにカットされ、右隣の土地もへりが曲線になっているなど、面影は意外としっかり残っているほか、ここから先では河川中に古い鉄骨組みのものが混ざります。せっかくなので、路面電車資料館に行ってみましょう。立派な石造りの階段に、金メッキの施された手すり。館内はレンガの床です。シャンデリアがぶら下がり、階段の脇には凝った形状の手すりが。館内は天井が広く取られ、三角形の建物形状を生かしたレイアウトが特徴です。軌道で分断される1階部分のうち、大通りと逆側は駐車場となっているほか、2階は軌道の影響を受けた柱の配置になっています。2階から3階に続く階段の裏には、長崎のイメージにぴったりの絵画や装飾品があります。3階の平面図がこちら。1階や2階ほどではありませんが、壁の配置などが軌道の影響を受けているのがわかります。3階の中庭に面した場所に、路面電車資料館があります。入場無料のこの資料館には懐かしの写真が展示され、各停留場の移り変わりや、桜町が立体交差になる前の様子もあります。車両や設備の部品も展示されているほか、運転台の一部は実際に触って操作できます。入り口には新型の6000型のパンフレットが置かれ、歴代の車両も一覧で見られます。一番上、左から2番目の160型は、現役の年数が100年を超えた貴重な車両であり、年3回だけ営業運転されているほか、資料館の看板にもなっています。そしてこの資料館と、長崎西洋館。建物内に入ってご紹介したのには、もちろん理由があります。私が訪れたのは日曜のお昼ですが、人が少ないことにお気づきでしょうか。建物内のテナント案内には白いところが目立つほか、先ほど見た平面図にも、お店などの名前が消された跡があります。そう、この長崎西洋館は、今年5月末で閉館するのです。90年のオープン以来、西洋館は赤字続きであり、不動産や広告部門の利益で穴埋めしてきました。入場者数も年間200万人前後で推移していたものの、2000年代に競合となる大型商業施設が続々と開業したことで、2020年には68万人にまで落ち込んでいました。そのうち一つは西洋館のすぐ横にあり、停留場からのアクセスも良好です。西洋館では昨年から大手のテナントが撤退し、全部でおよそ30区画あるところ、空き区画が目立つ状態でした。感染症の影響で本業の路面電車も打撃を受けており、4つある系統のうち、中心部をあまり通らない4号系統は朝と夕方だけの運行になるなど、コストカットに踏み込んでいます。競合が増えて事業環境が悪くなる中、西洋館をこれ以上支えることができず、昨年5月、閉館が正式に決まりました。3階の噴水広場の噴水は止められているほか、時計は針が外されて動かなくなっており、
資料館の車両一覧にも路線型の記載がありません。ウェブサイトでは閉館の告知がありますが、閉館まで1週間を切る中でも、建物の内外には目立った告知がありません。感染症は今年5月に扱いが変わり、社会情勢も大きく変わってきた中、西洋館はその役目を終えようとしています。土地と建物は売却を含めて検討されていますが、建物の取り壊しや改装をする場合でも、列車の安全運行の維持が前提になります。また、その経緯の関係上、軌道の場所を変えるのはほぼ不可能です。今の西洋館は建物の構造が特殊なため、そのままでは転用できそうにないですが、土地の真ん中を軌道が通るという使いにくさもあり、利用方法が決まるまでには、まだ時間がかかる見込みです。西洋館は歴史に幕を下ろしますが、路面電車がトンネルを走るこの光景は、しばらく見られることになりそうです。新幹線の開業で、より行きやすくなった長崎。歴史の香りが感じられるこれらの場所を、一度訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。